今回は世界遺産の街エディンバラで見たもの、食べたもの、買ったもの、そして感動した絶景も全てお見せします。一緒に旅行した気分でぜひ最後までお楽しみください。月が見える。もう6時なので今から出発します。ボーディングまであと1分ぐらいなんですけど時間がかかっております。これから1時間半のフライトでエディンバラに行きます。はい、ということで始まりました。私は2018年に引き続きイギリスは2回目なんですが、この日はなんと憧れのスコットランドに初めて行きます。前回もお伝えしたようにスウェーデンからヨーロッパ各国はどの国も 2,3 時間で行けるんですが、コロナもあってなかなか旅行に行けていなかったので、これからはこんな風にちょこちょこいろんなところに行けたらなと思っています。そして雲を抜けたらエディンバラの街が見えてきましたよ。ロンドンからエディンバラは直線距離にしておよそ600キロ。飛行機が苦手な方は電車でも行くことができるんですが、この時は電車のチケットの方が3倍以上高かったので、8000円で行けるイージージェットを使ってエディンバラに向かっています。そして見てください。飛行機の窓からはエディンバラが一望できます。エディンバラは街全体が世界遺産ということで、着陸前にこうやって間近で見ることができてとても感動しました。到着してまずやってきたのは空港内のこちらのスーパー。なんか見たことないブランドがいっぱい。かわいい。ストロベリーフレーバーの4つ。牛乳かわいい。しかもそんな高くない気がする。プラスチック。環境には良くなさそうだけど。なんかスーパーマーケットがついててかわいいです。すごい。ココナッツとか売ってるし。あとエビはプラウンっていうらしいです。ここだと昨日初めて知りました。これ買おうかな。ちっちゃいやつか大きいやつか。どうしよう。ここでレモネード買いました。 2.6 ポンド。安いのか高いのかわかんないけど、でもこのサイズ多分 2.6 だった全部。今からエアリンクっていうバスに乗ってシティセンターの方へ向かいます。エディンバラ空港と市内はどの移動方法を使ってもだいたい30分ぐらいで着きます。ネットで見た感じではトラムでの移動がおすすめされているみたいなんですが、トラムに乗る際は事前にチケットを買っておかなきゃいけないので、今回は気軽に乗れるバスを選択。私たちが乗っているエアリンクは料金が一律 4.5 ポンドで、予約なしでバスに乗り込んでもタッチ決済でパパッと支払いができたので、すごいいい感じでした。トラムを使うと片道 6.5 ポンドかかるそうですが、滞在期間に合わせて空港からの乗り放題チケットを2日分や3日分購入すると、それだけでかなりお得に移動することもできるみたいです。街中にトラムも走ってます。バスもあるし、すごい便利そう。ということでここからは徒歩での移動です。すごい。何あれ。イギリスに来て思うんですが、こちらの建造物は茶色いものが多くて、スウェーデンの赤や黄色、
青や白といったカラフルな街並みとは違って、歩いているだけで歴史を感じます。もうすぐバスを降りて歩くこと10分。予約したホステルにそろそろ到着しますよ。すごい、泊まるホステルがすごい。今回泊まったこちらのホステルがいろいろびっくりだったので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。この日は朝5時に起きてからここに来るまでいろいろバタバタで、もうすぐ11時なんですがまだ何も食べれていません。世界遺産の街を横目で見ながらお目当てのカフェまで駆け足で行きたいと思います。今、エディンバラの街を歩いています。ブレックファストを食べるためにすごい坂道を歩いて、レストランどこに行ってるんだっけ、カフェまで向かってます。でもね、景色は本当に最高です。ニュータウンからつながる坂道を駆け上がると、エディンバラの観光名所が集まるオールドタウンに出てきました。そして私たちの目的地、ディーコンズハウスカフェに到着です。時刻は11時半。ブレックファーストとランチのどちらをオーダーしてもいいよと言ってもらい、選択肢が増えて困っています。ここにさ、渋いティーって書いてあるんだけど、それわかんないし。ブラックティーか渋いティー。渋いって日本語じゃん。で、ドリンクメニュー。イングリッシュブレックファーストは有名でど定番ですが、ベーコンにソーセージ、スクランブルエッグやチノプリン、トーストと聞くとスウェーデンで食べられるものとほとんど似ていたので、大好きなベーグルとクロワッサンで迷ったんですが、結局こちらを注文しました。すごい、ブリーチーズとベーコン、そしてサラダにスープをつけました。いただきます。クロワッサンがめっちゃ甘くて、中のチーズとベーコンがしょっぱくて、すごいめっちゃマッチングして美味しいです。ということで食べ終わりました。すごく満足でした。本当になんかスタッフの人も優しくて、そしてご飯も美味しかったので、皆さんにもおすすめしたいと思います。ということで美味しいブランチをいただいたので、これからエディンバラのオールドタウンを散策したいと思います。ここに来るまで全然知らなかったんですが、エディンバラはイギリス国内でロンドンの次に観光客が訪れる場所。バスもすごい可愛いんですよ。そして街全体が思った以上にコンパクトなので、バスやトラムを使わずともいろんな観光名所に徒歩で行くことが可能です。そしてオールドタウンのメイン通りを歩くだけでもお土産屋さんがずらっと並んでいるので、見ているだけで楽しいんです。あとやっぱりビスケットが多い。私は普段観光してもあまりお土産は買わないんですが、ここに入ってみてすっごい可愛いものが多くて、カンカンのデザインだけでこちらを購入。すごい可愛い、ショートブレッドのカンカンを買いました。お土産です。そしていろんなお土産屋さんにこういったタータンチェック柄のスカーフやマフラーがたくさん置いてあったので、プレゼントに一つ購入しました。可愛くない？あれ馬？ユニコーンなのかな？あれは馬だと思いますか？めっちゃ素敵。この日は9月18日日曜日。翌日はエリザベス女王の国葬ということもあり、ここエディンバラでも観光バスやツアー、多くのお店も閉まるという話だったので、前日にこうやって観光できて本当にラッキーでした。そして次に見に行くのは、このトゲトゲ感がたまらないスコットモニュメントというゴシック様式のタワー。すごい。私が
エディンバラキャッスルの次に来たかった場所がここです。曇っているのが残念なんですが、細部のデザインまで本当に細かくて圧巻でした。はい、続けてカフェに行ってます。さっきもご紹介した通り、エディンバラはどこも歩いて行けちゃう距離なので、歩けるのは歩けるんですが、カフェに行く時点でもう10キロぐらい歩いています。ごちそうさまでした。今からエディンバラ城に行きたいと思います。もう3時なのでまた元気を取り戻しました。ここをまっすぐ行くとエディンバラ城に着きます。すごい、入れました。エディンバラ城は皆さんにも絶対行ってもらいたい場所。前日でも大丈夫なので、時間指定のチケットをオンラインで事前に買っておくことを強くお勧めします。すごい、すごい。エディンバラ見える。ご覧いただけるように、エディンバラ城はもともとある岩山の上に建てられています。また要塞都市と言われるだけあって、ここからの眺めは本当に最高で、市内や海で何が起こっているか一目で確認することができます。またお城をぐるっと回ると、建物や展示物から歴史を知ることもできたので、本当に面白かったです。犯罪防止の理由から撮影はできなかったんですが、スコットランドの三種の神器も見ることができました。実際に見てみると、考えていたものよりずっと大きくてすごく豪華だったので、ぜひ皆さんもいつか見に来てください。1時間半で大満足。最後にエディンバラの街を目に焼き付けたら、次はバスに乗ってある大自然を見に行きますよ。市内からバスで10分。壮大な自然を見るためにこちらにやってきました。ここ一帯は火山活動によって形成された丘ということで、2000年前から使われていた丘の砦アーサーズシートを目指して歩く人をたくさん見ることができました。頂上からはエディンバラ城も見えるとのことで、絶景間違いなしです。でも私たちは時間がなかったので、またバスに乗ってある場所へ向かっています。今乗ったバスはこれです。なんかすごい壁があるよ、あそこ。壁が。何を描いてるんだろう。なんかすごい悲しい感じするけど。スコットランドの独立運動が書かれたこちらの壁画、映画や本で見たことがあるだけで遠い昔話のような気がしていたんですが、こうやって現地に行って見てみると、もっと知りたいなという気持ちが湧いてきました。はい、歩いてオーシャンターミナルという建物にやってきました。すごい、本当にオーシャン近いですよ。なんかお台場みたいな感じかな。ということでディナーを食べにナンドスというグリルチキンのチェーン店にやってきました。私は初めてですごく迷ったんですが、頼み方としてはペリペリチキンの大きさと辛さを決めて、サイドディッシュ2つを決めるのが定番みたいです。でも私はチキンもラップも両方食べたかったので、単品を2つ選びました。また頼む時に辛さを5段階で選べるんですが、調理した後にこうやって後から追いソースもできるので、食べている途中もいろいろ味変できて本当に最高でした。クォーターチキンじゃなくてハーフにすればよかったと後悔するほど美味しかったです。ホステルに戻る前にイギリスのセインズベリーというスーパーにちょっと立ち寄ることに。こちらでは定番のショートブレッドとミルクチョコレートをいくつか買ってお土産にすることにしました。
私たちが泊まったベルフォードホステルは教会を改装して作られたユニークさ満点のホステルで、ドミトリータイプを選べばびっくりするぐらいお安く泊まることができます。私たちの部屋は個室タイプだったので、お値段は1人5000円くらい。ここはシティセンターからも歩いて行けるし、何よりエディンバラ観光で大人気のディーンビレッジという場所から徒歩3分という好立地だったので、次の日の朝少しだけ早起きしてディーンビレッジまでお散歩に行くこともできて本当に最高でした。建物のほとんどが茶色いイメージが多かったエディンバラでしたが、このディーンビレッジは建物もカラフルで、どこか絵本で見たことがあるような世界観。なんか懐かしいなと思いながら、この小川沿いを歩けば水の音や小鳥のさえずりが聞こえて、すごくいい散歩道でした。この日はエリザベス女王の国葬の当日ということで、ホテルに戻ったら繰り返しこのニュースが流れていました。早めに空港に着いたので、こちらの素敵なレストランで念願のあれをいただきたいと思います。初めてのイングリッシュブレックファーストです。ビーンズ食べんだね。ブレックファーストで食べるの？食べる。トラディショナル。ありがとう。イギリスのコーヒーチェーンといえばコスタ。こちらで美味しいカフェラテもいただきました。今空港のコスタでゆっくりしてます。いろいろね、今日はフィネラルがあるのですごい混乱してる感じもするんですが、私たちの便は多分大丈夫です。イギリス2泊3日の弾丸旅、クイーンの国葬に重なってしまったので、ちゃんと観光ができるかなと少し不安だったんですが、お天気にも恵まれ、いろんな場所を回れたので本当に楽しかったです。スウェーデンの普段の生活だけじゃなく、こういった動画もたまにはいいなと思っていただけたら、ぜひコメントや高評価ボタンもお願いします。あとチャンネル登録も忘れないでくださいね。それではまた来週お会いしましょう。ヘイドー。